はい、高田ホビーです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、ハイテクバズの、劇中に近い箱を作っていこうという企画になっております。今回、新しく作る箱に入れるためのバズを買いました。なので3体今持ってますね。で、他2体は改造に使います。はい、今回ですね、ハイテクエディションの、箱をですね、コピーして、それを切り抜いて塗装しようと思っています。で、今回買ったこのハニカム柄のテープなんですけど、これを使用して箱の縁を、色つけていこうかなと思います。で、これがですね、金箔っていうか、キンキラの、シールですね。結構おすすめです。今回買ったこれ。で、これに塗装してハイテクエディションという文字を入れています。このシールおすすめなのでカードをつけておこうかなと思っております。今回はですね、このディズニーストアのバズの箱を使って改造していくということで、もう1体、余分にバズの箱を買いました。それで通常版も確保できましたね。で、まず通常版のバズとハイテク版バズの中の箱の、背景が違うので、今回のタカラトミーのハイテクバズの中箱の背景と通常バズの背景を交換しようという感じです。で、劇中でも背景は白だったと思うので、とりあえずこのハイテク版のものを使おうという考えですね。この通常版のバズの中箱の背景も素晴らしいので、本当は、無駄にしたくはないんですが、もう一個、しっかりとした箱を持っているという強みを生かして、今回思い切っていってみます。で、ハイテク版のいらない部分を排除していってますね。ここはいらないので、このまんま切り抜いていこうという感じですね。で、通常版のバズの箱のサイズにハイテク版のバズの背景をカットしていきます。これはですね、ボールペンで切る部分のマーキングをしております。通常版のバズの方のですね、余分な部分を、テープの部分だけこれはカットしてますね。で、結局この爪みたいになっている部分は後々も使用しているので切らないでください。通常版のバズの中箱の背景の部分を思い切って切っております。今回デザインナイフでカットしたんですけど、このぐらい刃先が細くないと厳しいかもしれません。ですが、こういった工具を使うときはですね、本当に一瞬で手が切れてしまうので注意してください。お子様には今回の改造はお勧めいたしませんので、絶対真似しないでください。パカーンと開いて、下のつながっている部分をカットしていきます。この外れた部分だけでも美しいですね。前々から思ってたんですけど、劇中にこの部分はないので、カットしてしまおうと思います。ただ、後で気づいたんですけど、これ裏のテープの部分切れば外れる仕様になっていました。先ほどの部分を止めてたとこもいらないのでカットしていきます。今度はですね、ハイテク版バズの中の箱をカットしていきます。先ほど引いた線に合わせてカットしていく感じですね。で、ちょっと高さが違うんですけど、通常版のバズ・ライトイヤーの箱に下敷きみたいなのが入っているので、それを入れることで高さがしっかり合うようになっております。この中箱のカットのシーンはですね、ちょっと早送りでお送りいたします。先ほど切ったものを合わせてみるとこのような感じになって結構いい感じですね。で、こんな感じのテープで裏から留めていきます。ここは好きなように貼ってもいいと思います。貼ってみた感じがこんな感じですね。箱の中に入れてみるとこんな感じです。どうでしょうか。
金色のシールを作るためにですね、この部分を切り抜いていきます。そしてですね、この側と、この文字の部分を全部切り抜いて、その上から黒で塗装するといった感じですね。ここはそうですね、定規とか使ったらまっすぐに切れるかなと思います。こんな感じで工作用のボードにマスキングテープで留めてカッティングしていくとずれなくていいかなと思います。ここもちょいちょい定規などを使っています。次はですね、金色のシールの方をカットしていきます。このくり抜いた用紙を、ガイドにカットしていく感じになります。次はですね、くり抜いた文字の部分を使って塗装していこうと思います。塗装して乾かしている間にですね、この箱の方にテープで仮装していきたいと思います。正直ここはですね、いろんなタイプのテープがありますので、好きな色のテープを使って改造してください。ちなみにもう1個の候補はですね、蛍光タイプのテープだったんですけど、今回はハニカム柄とこのキラキラ具合を見てですね、こっちを採用しました。ちなみに今はですね、この羽の部分にテープを貼ってっております。裏側も貼ってみました。どうでしょうか。前側もですね、こんな感じでテープを貼ってみました。いかがでしょうか。超かっこいいと思います。で、上の部分とですね、裏側にもこんな感じでテープを貼ってみました。他の部分はですね、ちょっと細かい部分までわかんなかったので、とりあえず今回はこんな感じでいこうかなと思います。そしてですね、バズの箱を前から開けるためのカッティングを行っていきます。ただ今回ちょっとこのフィルムが貼ってある部分ですね、カット結構硬かったので、どうせここまでカッティングするっていう方はですね、最初にフィルム一回剥がして後でボンドなどで貼ってみるのもいいかなと思います。そしたら比較的簡単にですね、カットできるかなと思います。この今の状態でカットするとですね、本当にフィルムの部分が硬くて、全然刃が入っていかなかったりするので、ですね、先ほどの方法をお勧めいたします。プラスですね、無理やり力を箱に加えていると、箱の変形など、箱の破損などがあるかもしれませんので、その点は注意してください。苦難を乗り越え、カッティングした箱がこんな感じになりました。意外と自分の中では綺麗にいったかなと思います。端っこの部分はですね、もともと箱壊れてたので、どうしようもないかなと思ってたんですけど、後でボンドで直そうと思います。で、このフィルムが硬いんですよ。そして塗装して出来上がった金のシールを貼っていきたいと思います。おー、いい感じですね。これは一応タカラトミーの箱のものをベースにしているので、こんな感じになっています。ここはですね、もう思い切って貼っていってしまおうと思います。もうこのシールが本当にかっこよくて半端ないですね。正直日本版を見たので、日本語版のハイテク版っていうシールも作ろうか悩んだんですけど、世界の方見られるかなとも思ったんで、一応今回は英語版で作ってみました。皆さんどうでしょうか。こんな感じになりました。とてもかっこよくできたかなと思います。でですね、今回のタカラトミーのハイテクバズの箱と比較するとこんな感じになりますね。やっぱりどうしても商品パッケージの方はですね、デフォルメされてるかなといった印象がありますよね。そしてですね、今回、箱の中に入れるために用意したハイテクバズを開けていきたいと思います。で、このバズはですね、バックパックをつけた状態だと、このディズニーストアの宇宙船の箱に入らないので、今回はですね、バックパックをつけない状態で入れていこうと思います。ハイテクバズもですね、もう3体目になったので、あと48体ゲットすればコンプリートって感じですね。地道に集めていくか、そこまでは正直、スペースとかの兼ね合いで集めきれないとは思うんですけど、なるだけ増やしていこうかなと思います。10体ぐらいはなんか欲しいなと思ってるんですよね。で、バズを入れていこうと思います。で、この時点ではですね、バックパックをつけてるんですが、こんな感じで入りきらないんですね。なので、バックパックを外して入れていきたいと思います。
で、今回ですね、顔の部分を、この間作った中国のプラモデルの部品と交換していますね。なので、こんなトイモードみたいな顔つきになっています。一応この箱なんですけど、透明フィルムを一部分だけ残したりしてて、その部分が引っかかって箱が閉まるような感じになっています。そこはですね、皆さんお好きなとこ残せば、引っかかると思います。4箇所ぐらいあるといいかなと思いますね。下と上で。このバズの顔つきで、この箱の中に入ってる感じですね。これを倉庫にいっぱい並べたら、もうあるのトイ版を再現できるんじゃないかなといった雰囲気です。で、元の箱と比較するとこんな感じですね。皆さんどちらが好きでしょうか？一応ですね、今半開きみたいな感じなんですけど、下までちゃんと開けることができます。近くで見るとこんな感じになっていますね。タカラトミーのハイテク版の、この金のテープをベースに作ったので、テープがちょっと細いなと思ったので作り直しました。そして先ほど使ってたテープはですね、タカラトミーのハイテク版の箱に貼ってみました。劇中だとやっぱりこの金のシールの部分がでかくて顔だけしか映ってなかったような気がしたので、こんぐらいのサイズにしてみました。文字はですね、このタカラトミーのものをベースに作っています。なんかこんな感じで映ってたような気がするんですね。で、結構この金色もいい感じですよね。なんかこのプレミアム感あっていいです。で、これがですね、実写の写真を、砂浜と海の背景だけ合成したものになります。私はこの企画を思いついた時、とてもワクワクしたんですが、皆さんは楽しんでいただけたでしょうか？このチャンネルはですね、この動画に対するコメントや、いいねなどを大募集していますので、よければそちらもお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。